間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はね、今ノートに乗っています。2023年式でオドメーター5000キロでね、この車に乗りながらちょっとね、他のコンパクトカーなどの比較をねしていきたいなと思います。今日はね、そのコンパクトカー全般、ガソリン、ディーゼル、それからハイブリッドね含めてねいきたいと思います。でね、今からねちょっと高速に入るので、じゃあここでちょっと減速して、今45キロ。じゃあここからね全開踏みます。黙りますね。やっぱりね、これごめんなさい、黙るって喋っちゃいましたね。滑らかです。ただオーラよりね、今リアシート沈み、リアサスペンション沈みましたね。じゃあここからはね、これ今京葉道路、制限速度80キロなのでね、超えないように走っていきます。あとね、この車ワンペダルなんですけれども、高速道路はね、ノーマルモード、コースティングみたいな方がね走りやすいので、ノーマルモードにねして走っていきます。もうね、こうやって喋っただけで速度落っこっちゃいますからね、結構繊細です。敏感です。でね、まずオーラの特徴を、ごめんなさい、ノートの特徴からね述べていきます。まずね、この車230万円で、オプションのね価格設定がねちょっと憎いです。LED ヘッドライトが8万円で、本革ステアリングが8万円、それからクルーズコントロールがね、16万円で、これにナビとかをつけると、プラス50万円ぐらいになってきますでしょうか。なのでね、結構値段します。ただ特徴としてはね、すごいバランス良くて苦手な部分が少ないようなね、とってもいい仕上がりというのをね、今日乗っても改めて感じにしています。今だってね、もう本当手放して走れるようなね、この歩打力高くて、レーンキープオフにしてます。それでもね、ちょっと大きい車のように走れます。もう本当自動運転でね、コーナー曲がっていくような感覚で、バランスとしてはどちらかというとね、長距離長時間に向いているようなね乗り味を感じます。じゃあ比較始めていきますね。まずコンパクトカーといえばヤリスガソリンとハイブリッドで乗り味違うので、ハイブリッドからいきます。ヤリスのハイブリッドはね、サスペンションの前後バランスのあたりで、今風です。リアサスペンションがね柔らかくて動きいいです。でリアシートのね乗り心地もいい。その代わりね、リアシートちょっと狭いのでもったいないなと。ただね、その良さはフロントシートにいても感じられます。であとは、燃費はスペシャル。その代わりにエンジンなんかのね質感としては結構ね割り切りを感じられます。あと内装もですね、内装が上のクラスに遠慮してるのか、走る部分に力を入れすぎてお金かかってるのがそっちでなのかな。ちょっとね、やっぱりノートの方がね立派なのかなと。それからですね、ガソリンモデル、ヤリスのガソリンモデルはキビキビしてます。もうね、荒っぽさを感じるぐらいの硬いサスペンションで、それがね 1500cc だけじゃなくてね 1000cc のベーシックモデルでもね結構キビキビスペシャルですね。すごいね、ハンドル切り始めから走りやすさ感じられていいんですけれども、乗り心地はね割り切りがあると。で明確ですね。じゃあね、そこでフィットを言ってみましょうか。フィットはね、ハイブリッドとガソリンが同格で選ぶというよりはね、上下関係がはっきりしているようなところを受けます。それは静粛性もそうですし、サスペンションの動き方なんかもね、大きく違います。ハイブリッドの方がね、そのサスペンションがね動いてる感覚が伝わってきて、結構ね車好きにの興味にね応えてくれるようなね、そういった良さがあるのがフィットのハイブリッドかな。でね、リアシートはねもちろんいいです。広くて快適。そのね着座姿勢、シートのクッション性の良さ、柔らかさ今日ちょっとね奮発しました。それでね、ハンドリングもガソリンよりいいです。で
このノートと比べるとね、ノートが、今回のノートはね、ちょっとドライバーズ運転優先みたいになってきて、フィットの方がね、どっちかというとミニバン的な感覚受けますかね。ごめんなさい。ここからはですね、マツダ2とスイフト。趣味性が高い2台でね、なかなか比べるのが、好みもあるでしょうし、一言で済むのか済まないのか。このノートが、コンパクト化らしからぬっていうところを感じます。で、同じようにコンパクト化らしからぬと感じるのがマツダ2です。大きな車っぽいっていうのかな。それは、乗り心地というかね、このステアリングを切った後の戻してくるところ、そこで補打力ある部分でね、そう感じたりします。補打力ってあれです。戻っちゃわないでこうキープしてくれる力の強さを指します。なんでしょうかね。自動運転っぽいのもそこから通じると。でね、逆に最もね、コンパクトカーらしさを感じるのが、スイフト。スイフトね、デビューから6年経ってもう時期方が噂されてますけれども、今でもね、ハンドリングに関してはね、すごい良さを感じられます。合成感っていうのかな。ハンドリングに関する合成感高くて、でも乗り心地の部分はね、抜けていて、すごいこうね、味付けっていうかこう、詰めうまいなと今でも感じますし、キビキビ感をね、味わえる。ちょっと今ハンドル揺すってみますね。こうやってグラグラさせた時の動きなんかがね、キュッキュッキュッって動いてくれるのはもうスイフトで、落ち着いた走り方もね、なかなかいいというのをね、この前感じました。で、どっちもいいんですけれどもね、コンパクトカーらしさを取るか、大きな車らしさを取るか。で、大きな車らしさで言うと、マツダ2。マツダ2はね、ディーゼルとガソリンがあって、自分が好きなのはね、ガソリンの方です。ディーゼルはね、フロントの重さですね。ちょっとコンパクト化にはやっぱりディーゼル2が重いのかな。長距離走行とかでね、シフトプログラムが、シフトチェンジがビジーにならないという良さはね、やっぱり感じられました。これは上り坂とかでもそうでしたね。ただ、街中走る分にはちょっとフロントの重さがね、これが重いと安定感欠きます。揺り戻しをもらうような感じでね、ふらつきやすいのと、それからサスペンションフロント硬いんですけれども、動き出すとね、ぐぐっとこう動く。動きにくいものが動くとね、いっぱい動くっていったところですかね。で、ガソリンモデル。こっちは、1500cc の 6AT。で、そうですね、そこがいいのと、軽快感と、何でしょうかね、大きい車のバランスっていうのかな。ハンドル戻してくるところがね、こうぬめっとしたのはね、こう今こうやって乗ってても思い出せるぐらいですし、そこをマツダ2のいいところだなと思います。で、あとね、シフトセレクターをね、動かすだけでもこう質感が高かったり、喜びを感じられたりね。そこ他のコンパクトカーない魅力なんですよね。でもこの大きい車感で言ったらね、このノートもう全然負けてないっていうかね、このノート乗って感じるのは、ちょっとね、大きいセダンから乗り換えでも違和感を感じないような、そういった作り、乗り味のセッティング、こういったところでしょうか。なんかね、目つぶって乗ってたら、ちょっとね、今、後ろ見えないですけども、セダンに乗ってんじゃないのっていう感覚をね、受けなくもない。そういったしっとり感と、ステアリング周りのゆったり感。あとね、路面インフォメーションよりは、勝手に走るようなね、良さを強調されたこのステアフィール。もう多分ね、カメラでもこのステアリングのね、調整の少なさ、最低限の打角でピーッと走っていくようなところはね、こうお分かりいただけるかなと思います。あとね、一番最後にこの e パワーの魅力。このね、リニア。リニアっていうのを自分はそのドライバーのね、意思に忠実に細かい操作にも応えてくれるなんて意味で使ってますけれども、本当ね、細かい操作に応えてくれて、段付きのない加速、この辺ね、魅力感じています。で、オーラとの比較はね、別動画にまとめますので、
一旦動画ねこの辺にさせていただきます。やっぱりねまとめますと、コンパクトカーってね、どれも魅力的、それぞれね特徴があって、長所も弱点も強くて比較が楽しいと。やっぱりねこの全部にねお金かけられるクラスではないので、その特徴が際立っていてね分かりやすい、これね車選びの大きなポイントじゃないかと思います。あとね、そのボディカラーとかもカラフルな色なんかがねとっても似合うというのは、もしくは選びやすいというのはねコンパクトカーの特徴ですよね。このあたりね車選ぶ楽しみというところで締めさせていただきます。すいません、さっきねちょっとアクアを出すの忘れちゃったんで、ちょっと付け加えさせてください。やっぱりねこのノート最大のライバルはアクアかなってね思うところはあるんですよね。でもね乗った感じで言うと得意なシチュエーションがね違うように思います。アクアの方が短距離短時間でね快適でっていうところでしょうかね。でね長所短所って言い方をしていますと、アクアの方はアクアの長所は、しっとりしていてねこうスコーンとした動きの少ないサスペンション、乗り心地ね柔らかいんですけれども雑味がないです。でねあと同じように、ハンドルの方、アクアのハンドルねやっぱりこう見方によってはもっさりとかだるいって感じられるかもしれないんですけれども、しっとりしていてねやっぱりスコーンって抜けちゃうところがなくて、全域でしっとりしたようなね回し心地聞き心地なので、この辺ね雑味がないって感じられます。なんでしょう、昔ながらのトヨタ車を現代の技術でブラッシュアップしてきたみたいなね、そういった良さを感じます。であとはねこう特別な燃費ですよね。であれです、その弱点はというと燃費反面ガサツなところもね感じるエンジンの音とか、あと振動、こういったところでしょうかね。あとね道にカラスが避けてパタパタパタ、その燃費がよくガサツなパワートレインがちょっと弱点で、あとね小柄な方にはちょっと閉塞感の強いリアシート、この辺りがね挙げられますね。でノートの方はと言いますと、ノートの長所はねバランスの良さ、もうこれねこの動画で言い始めた最初の冒頭に戻りますけれども、そう何か特筆してるというよりはね苦手が少ない、全体的にレベル高いっていうのがこのノートの魅力でしょうかね、長所でしょうかね。でね弱点っていう見方しても、そこが弱点かなとね思うところもあるんですね。乗っていてねそんなに面白みを感じない、自分的な見方で言うとそこでしょうか。っていうのもね全然車走れば何でも楽しいです。ただね出来がいいからここをこうやって乗ったらもっと乗り心地良くなるだろうとか滑らかになるだろうかっていうのがね考える必要もないんですよね。例えばそれはブレーキ一つ取ってみてもそうですし、このねもう何もしなくてもずっとこうまっすぐ走る、余計なことしない方がうまく走る車のハンドル周りとかでね、最後日産がそれでねすごいと思うのはオーラの存在です。オーラの方がね特徴際立っていて、ちょっとね気になるところもあります。このねバランスのノートと輝きのオーラとこの2本立て、基本的には同じものをもうねうまく差別化してね、別々が別の特徴を持って2つの2本立てとしてこうラインナップしている。結構ね実はここ日産すごいんではないかと、本当ね誰かが言ってることもないようなところですけれどもね。自分たちでは最後に自分の感想を一瞬でまとめます。バランス良くてレベルの高いスノーノート。ただバランス良すぎると面白みは減りますから、そこにオーラの存在があるのではないかと。そしてさらにオーラでも物足りなく感じたらオーラニスモはいかがでしょうと。まるでね身内のライバルは身内と、そう思わずにはいられないこの構成。昔はねちょこっとエアロパーツつけてスポーツグレードなんていうのがねよくありましたが、今は違うみたいです。オーラがねほんと軽薄なモデルではなくて、静粛性とかねすごいレベル高くて、さらにねノートとのキャラクター違いをしっかり盛り込んでいるのかなと。そういえば他メーカーでも、
フィット RS とかね、出てきましたし、ヤリスはガソリンモデルが、それのね、ベーシックグレードがスポーツグレードみたいなノリですし、やっぱりコンパクトカーって選択肢が豊富、いろいろね、選びがいがあるなと思いました。ノートとオーラの比較は追ってアップします。そして私ども、2023年はもう本当に存続の危機でございますので、動画再生とか、チャンネル登録とか、いいねボタンとか、何卒お願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。